皆さん、こんにちは。春と、レンです。今回も、ポッドキャスト風に、私とはるちゃんでお話をしていきたいと思います。二人で会話形式で進めていきますので、友達との会話を聞いているような感覚で、会話のリスニングの練習をしてみてください。字幕は11カ国語でつけていますので、字幕を見ながら日本語の勉強に使ってください。今日は日本語の勉強の方法についてお話をしていきます。多分皆さん勉強するときに、どうやって新しい言葉を身につけたらいいんだろうとか、どうやって話せるようになればいいんだろうとか、たくさん思っている方がいらっしゃると思うので、私もレンちゃんも今タイに住んでいて、タイ語を勉強しているので、皆さんのお気持ちがすごくよくわかります。だから私たちは普段日本語を教えているので、おすすめの日本語の勉強方法をお話ししていきます。一つ目が、まず、アニメ、ドラマ、映画を見て、とにかくインプットすることです。個人的にはアニメがおすすめです。アニメは子供も見れるように作っているので、言葉もわかりやすくて、簡単な言葉が使われていることが多いです。うん。はるちゃんはおすすめのアニメがある？うん。ワンピースや鬼滅の刃、あと推しの子は日本でもとても人気があるし、話も面白いので、見ていて楽しいと思うからおすすめです。そうだね。はるちゃんはおすすめの日本語のインプット方法がある？そうだね。どういう日本語を話せるようになりたいかで変わってくるんだけど、日常会話が話せるようになりたいなら、私もアニメがおすすめだと思う。もしビジネスや会社などで日本語を使えるようになりたいなら、その分野に関連したドラマを見るといいよね。例えば、ホテルで接客のお仕事をしているなら、ホテルのドラマや映画、おすすめはマスカレードホテルか、勉強したい分野のドラマや映画を探してみるといいよね。うんうん、そうだね。興味がないと続かないから、興味のある分野、面白いと思うアニメや映画やドラマをたくさん見て、まずは日本語の発音、音に慣れてもらうといいと思います。うんうん、そうだね。そして、ただ聞くだけじゃなくて、聞いたフレーズを声に出して、真似して話してみるといいよね。そうすると、日本人らしい日本語が身につくと思います。うんうん、そうだね。そして二つ目は、とにかく話すこと。間違っていても大丈夫だから、恥ずかしがらずに話すことです。そうだね。私たち日本人は、日本語で話しかけられたらとても嬉しいです。日本に興味を持ってくれて、日本語を話したいと思ってくれている気持ちがとても嬉しいので、日本に旅行に行った時、日本人と話す機会があれば、どんどん日本語を話してみてください。うん。日本にいないから話す機会ないって思った方もたくさんいらっしゃると思いますが、そんな人はこの YouTube のコメント欄に日本語でアウトプットしてくれたら私たちが返信しますので、ぜひ日本語でアウトプットしてみてくださいね。今は、iTalki やプレプリ、ネイティブキャンプとか、オンラインで日本語の先生と話せるツールもあるし、ハロートークという言語交換アプリもおすすめです。そうだね。そして3つ目。これが一番大切だと思いますが、文法をしっかりと理解することです。うん。
アニメ、ドラマ、映画、私たちが話す日常会話は自然な日本語ではありますが、文法が正しくないことも多いです。日本語をうまく話せるようになるには、文法もしっかり理解しておくことが大切です。うんうん、そうだよね。特に私たち日本人は、助詞と言われるわ、が、お、にという言葉を使わずにスキップしたり、話す順番がぐちゃぐちゃだったりするよね。あと、敬語と言われる目上の人や会社で使う丁寧な言葉遣いです、ますと友達や家族と話すカジュアルな言葉遣いが全然違うから理解するのが難しいポイントだよね。そうだね。文法を学びたい人には、初級者の方には、優しい日本語、Easy Japanese というウェブサイトがとてもおすすめです。動画と文法の説明があって、字幕をオン、オフできるので、まずは字幕なしで動画を見てもらって理解度を確認。それから字幕付きで動画を見ながら文法や新しい単語を一つずつ確認していくといいです。うんうん、そうだね。それから中級、上級者の方には NewsWeb Easy というサイトがすごくおすすめです。これは日本で起きている事件や事故のニュースを優しい日本語に変えて発信しているサイトです。漢字の振り仮名を消したり、書いてあるニュースを音で聞くこともできるので、きちんとした文法や新しい単語を勉強したい人におすすめです。うんうん、そうだね。今日はこんな感じで大きく3つに分けて日本語の学習方法についてお話ししたんですけど、どうでしたか？まずは文法や新しい単語を勉強して、アニメや映画を見てインプット。そして実際にアプリや言語サイトを使って日本人とお話しするのが一番いいと思います。もちろん、私たちの YouTube へ日本語の練習としてコメントを書いてもらうのも大歓迎なので、ぜひ勉強した日本語を使ってアウトプットしてみてくださいね。うん、そうだね。今日は日本語の勉強方法についてお話をしました。気に入ってくれた方は高評価、コメント、チャンネル登録してくれると嬉しいです。また、こんなことをお話ししてほしいというリクエストがあれば、それにお答えした動画も作っていくので、ぜひコメントしてくださいね。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。